女に手を出すな。これ以上の悲劇は起こさせない。もうやめてよ。エマくん。どうして私をかばったりしたんだ。あれくらいなら避けられたのに。ああ、また死んじゃいました。さっきも死んだばっかりなのに。はあ、いろいろ手間が増えちゃうんで、皆さん本当逆らわないでくれると助かります。あの子は確か使徒アリサちゃん？ふざけんな。なんでうちが。抵抗したら殺されるかも。アリサちゃんは何か規則を破ったのかもしれない。出てやるって言ってたし、脱走しようとして捕まったのかも。懲罰房ってやっぱりひどいことされるのかな。大丈夫だよね。アリサちゃん暴れたりはしてなかったし、きっと殺されはしないはず。ここが懲罰房。アリサちゃん。開けてよ。なんで僕を閉じ込めるの？開けて。どうしてこんなことするんだよ。どのくらいだったのかな。何なんですのここ。やけに空気が重苦しくありません？そうですか？私は特に感じませんけど。ハンナちゃん、シェリーちゃん、助けて。お願い。ここから出して。ハンナちゃん、シェリーちゃん、ここだよ。シェリーちゃん、よかった。よくわからないけど僕閉じ込められちゃって。どうしましたの？
もしや、中に誰かいるとか？いいえ、誰もいませんね。なんともえぐい道具はありますけど。そんな、待ってよ。セリーちゃん、ハンナちゃん、見えてるでしょ？聞こえてるでしょ？僕はここにいるんだよ。なんで、どうして、あんなのまるで、ここに、いるのに。うるさい。うるさい、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 うるさい。やめてよ。僕は悪くない。僕は。うわちょうどいいや。エマさん、エマさん、これ見てください。これって前捕まってた魔女候補の子たちの誰かが書いたんですかね？そうかも。高まりますね。ちっとも高まらないよ。他の方にもこういうメッセージが残されていたりするんですかね？ちょっと調べてみませんか？そうだね。何か脱獄に役立つヒントが見つかるかもしれないし。読めない本ばっかりだね。特にメッセージとかもないみたいだし。エマさん、どうしました？これ、またさっきみたいな文字が。おお、ワクワクしてきましたね。おや、こっちにも何か書かれてますよ。何の矢印だろう。次のページを見ろってことでしょうか。何これ。やっぱり前に捕まってた子が残したものみたいですよ。ほら。囚人、魔女、殺人事件。私たちの状況や獄長さんの説明と一致してますね。エマさん、まだ続いてるみたいですよ。え？
一体どこに逃げるんですの？さっき見たゲストハウスの方に逃げよう。なるほど、あそこなら建物の中に隠れてやり過ごせるかもしれませんね。そんな。なんで？どうしてハンナちゃんだけが。そうですよ、壁を壊そうとしたのは私なのに。卓球台とか拷問器具みたいなのあったよね。やっぱり何かされるのかな。どうしよう、見るのが怖い。もしアンナちゃんがひどい目に遭っていたら。何？何するんですの？痛い、やめてくださいまし。ハンナちゃん、大丈夫？もう叩かないでくださいまし。看守が持ってるの、あれって定規？エマさん、ハンナさんを助けましょう。でも、助けるって一体どうやって？こうやってです。ちょっとセリちゃん？なんなんですの？ハンナさん、助けに来ました。ちょっと待って、セリーちゃん。ダメだよ、感謝に抵抗したら。そうですわ、私なら大丈夫ですから、バカな真似はおよしなさい。いえ、やってみないとわからないじゃないですか。本気の本気でやれば案外ぶっ殺せるかもしれませんよ。ここには武器もたくさんありますし。うわー！エマさん、今のうちにハンナさんを下ろして逃げてください。早くしてください。いつまで持つかわかりませんので。わかった。わわっと。それならこれで。やー！あれ？あちゃー、失敗ですね。助けられると思ったんです。でもやっぱり壊しちゃいましたね。エマさん、ハンナさん、ごめんなさい。わからないけど、とにかく逃げよう。そうですね、そのうち諦めてくれるかもしれませんし。無謀ですわ。どうするんですの？止まらないで、あっち。え？
どこかに落ちちゃったみたいだけど、二人とも怪我はない？私は大丈夫です。私もとりあえず平気ですわ。それよりここは一体何なんですの？おそらく枯れ井戸じゃないでしょうか。この高さから落ちてよく無事で済んだよね。クッションが効いていたおかげだと思いますよ。柔らかい土と葉っぱが積もってますから。なるほど。って納得してる場合じゃないですわ。どうやってここから出るんですの？壁を登るしかないんじゃないでしょうか。やっぱりそうなるよね。でも登りきれるかな？こうなったら私の魔法で脱出してみせます。うわー、くっそー、高すぎて無理ですわ。私がお二人を上に投げるというのはどうでしょう。投げるって。発想がゴリラすぎですわ。とはいえ、外まで投げるというのはさすがに無理だと思いますけどね。私が壁の途中まで投げて、そこからは自力で登ってもらうという感じで。でもその後はセリーちゃんはどうするの？そこはご安心を。このくらいの高さなら自力で登れそうですから。ちょっとお待ちなさい。だったらあなたが先に出て助けを呼んでくることもできるんじゃ。あちゃ、そこ気づいちゃいました？ちょっとセリーちゃん。いきなり何するんですの、このゴリラあはは。はい、次はエマさんの番ですよ。しっかり壁に捕まってくださいね。待って、まだ心の準備が。怖かった。さあ、登っちゃってください。セリーちゃんも早く。私のことはお構いなく。やっぱり登れそうにないんで。はあ、何を言ってるんです？あなたさっき自力で登れると言ったじゃありませんか。すみません、あれは嘘です。実はこんな状態でして。落ちた時に去っちゃったみたいで、内臓まで壊れちゃってる感じなんですよね。なので私のことは置いていってください。ふざけるんじゃねえですわよ。そんなことできるわけないでしょ。そうだよ。せめて僕かハンナちゃん、どっちか一人が助けを呼びに行くとか。いえ、いいです。なんかもう間に合わなそうな感じなんで、お二人で行ってください。勝手に諦めるんじゃねえですわよ。殺しても死ななそうな顔してるくせに。ハンナちゃん。急いでここを出ますわよ。すぐに助けを呼んで戻ってきて、ヒーロー気取りのあいつを笑い飛ばしてやりますわ。かっこつけたくせに助かってるじゃないって。そうだね。絶対にセリーちゃんを助けよう。すまない。我々が見つけた時にはもう。嘘だよね。残念ながら事実だ。
でも間に合わなかったんだ。シェリーちゃんはあのまま。そんな。いや置き去りにしたから私にもっと力があれば。ハンナちゃん、落ち着いて。だってそうでしょ。私がもっと自由に空を飛べたらシェリーさんを助けられたかもしれないのに。あの時だってそう。私がもっとしっかりしていれば置き去りにされたあの子だって死なせずに済んだ。あの時ってハンナちゃん一体。もっとちゃんとできれば。私のせいで力があれば。ハンナ君、あまり自分を責めるのは。なんでうるせえですわ。今は安っぽい慰めなんて聞きたくない。まったくぶっ殺しますわよ。あら、もうやっちゃってますわね。ハンナちゃん、どうして。エマさん、なんででしょうね。なんだか私殺したくて仕方がないんです。これってまさか。ねえエマさん、空を飛んでみたくはありません？この高さから落としたら人間ってどうなるんでしょう。潰れたトマトみてえになるのかしら。やめて、ハンナちゃん、お願いだよ。離さないで。やだ。どうしようかしら。助けて、お願いだから許してください。なんだか必死で惨めだから嫌ですわ。あ、でもそうだ、ちょっと待って。そうですか。では行きましょう。ノアちゃん、今日もご飯行かないのかな。でもおかしいな。いつもならスプレーの音が聞こえてくるはずだけど。エマさん、やっぱり何か気になることがあるんじゃないですか？大丈夫。行こう。本当ですか？もしかして具合が悪いんじゃ。今日もまたあのご飯か。あれ？なんか今日はいい匂いがするような。あ、エマさん、やっと来ましたね。え？嘘でしょ？これ、お肉なの？このシチュー、お肉ホロホロで、うんめえですわ。これは極上の味と香りだね。
ステーキの焼き加減も絶妙だよ。ほら、ナノカさんも食べてください。こっちの赤いジュースも美味しいですよ。ええ。あ、確かに美味しいかも。てか、こっちの唐揚げもうますぎだし。ほら、ミリアも食えって。おじさんこってりしてるのはちょっと。でもこれ思ったよりあっさりしてるかも。ほんとめでたいやつら。飯ぐらいでよくもまあそんなに喜べるよな。そんなこと言ってあなたそれ何皿目かしら。エマさんもメルルさんも早く一緒に食べましょう。いただきまーす。美味しい。今日は皆さん幸せそうでよかったですね。そうだね。なんか、こういうのっていいな。みんなで一緒にワイワイご飯食べるのって、やっぱり楽しいよね。このまま殺し合いなんて起きずに、全員でここを出られたら最高なのに。あ、ノアちゃん。こんなに美味しいご飯食べないなんてもったいないよね。後でノアちゃんにも持って行ってあげよう。それにしても本当に美味しいな、このお肉。ノアちゃん、今日の夕飯なんだけど、あれ？おかしいな。どこかに行ってるのかな？だったら、そのうち帰ってくるよね。差し入れ、喜んでくれるかな？てめえ。大変ですわ。暴力沙汰になりますわ。どうします？私だったら止められますけど、二人を気絶でもさせますか？やっちゃってシェリーちゃん。なんて、もちろん冗談だけど。了解でーす。ちょっと待ってセリーちゃん、冗談なんだってば。あなたたち、喧嘩はいけませんよ。いきなり何しやがる。喧嘩を止めようと思いまして、とりあえずお二人に気絶してもらったら早いかなーと。ふざけないで。むしろ喧嘩売ってるだろうが。へへん、これで揉め事は丸く収まりましたね。どこがですの？むしろ暴力沙汰を起こしてますけれど。あら大変。あの3人懲罰棒にでも入れられるのかしら。ちょっとエマさん、あなたのせいで余計まずい状況になっちゃいましたわよ。そんな、僕はただ冗談のつもりで。もうそろそろ戻ってくるかな。さあ、そんなのわかりませんわ。アンナちゃん、なんだか冷たい気がする。他のみんなも僕を軽蔑しているような。やっぱり、みんな怒ってるのかな。僕があんなこと言ったから。
エマさん、どうか落ち込まないでください。メルルちゃん、ありがとう。シェリーさんはどうしたんですの？あいつは多分殺されちまった。殺された？どうして？知るかよ。ただ極長の声が聞こえたんだ。もうダメそうですね。処分しましょうってな。そんなのってひ何がひどいだよ。てめえがあいつを煽ったせいだろうが。あら、元はといえば言い争いを始めたのは誰だったかしら？最初に言いがかりをつけてきたのはこいつだろ。皆さん、どうか落ち着いて。どいつもこいつもいい加減にしやがれですわ。あなたたち全員の責任でしょ。ハンナちゃん、待って。今は話しかけないでくださいまし。チェリーちゃんが殺されちゃったのは僕のせいだから。なんであんなこと言ったんだろう。みんなもきっと僕を責めてるんだろうな。さっきも。エマさん、食事を持ってきました。ここに置いておきますから食べてください。どうか元気を出してくださいね。いつまでも被害者面するなってことかな。辛いな、何もかも。なんかもういいや。疲れちゃった。僕が死んだら誰か少しは悲しんだりしてくれるのかな。シャワールームは何もなさそうですね。どうします？もう出ますか？どうしようかな。おや？何か気になるんですか？でも別に手がかりじゃないと思う。というか、そもそも僕の気のせいかもしれないし。どういうことです？笑わないでね。実はここに入ってからずっと。エマくん、シェリーくん、我々は他の場所を調べに行くよ。何か手がかりが見つけられるといいわね。そうだね。ハンナちゃん、大丈夫？別に、全然平気ですわよ。で、ここに何か手がかりはあったんですの？今のところは特に。でも、エマさんが何か気になることがあるそうで。だけど、本当に笑わないでね。ここに入ってからずっと誰かに見られてるような気がしない？私は感じませんね。私も全く。そっか、やっぱり気のせいなのかな。もしや、どこかにカメラでも仕掛けられているとか？いえ、もしそうだとしたら最低ですわ。
今の声。今の音、何ですの？エマさんが何か落としたんじゃないでしょうか。エマさん？あれ？いませんね。そこ、スマホが落ちてますわ。さっきの物音は、これが落ちた時のものでしょうか。それ、エマさんのなんですの？あれ？電源が入りませんね。というか、エマさんはどこに消えたんですの？謎ですね。どこかに隠し扉があるとか？セリーちゃん、ハンナちゃん、僕はここだよ。お願い気づいて。どうなってるの？ここって、もしかして鏡の中の世界とか？あら、エマさん、もうどこに消えてたんですの？突然いなくなるからびっくりしちゃいましたよ。ごめん。外で物音がした気がして見に行ってたんだ。でも僕の気のせいだったみたい。なんで？誰なの？あれ？僕はここにいるのに。そろそろ行こっか。そうですわね。ここにはもう何もなさそうですし。あ、そうだ。スマホが落ちてたんですけど、これエマさんのじゃありませんか？二人とも待って！それは僕じゃない！僕はこっちだよ！そこに血で描かれた蝶の絵が描かれているんです。議論はここまでということで、投票に移ってもらっていいですかね。犯人がはっきりしてないのに投票なんて。でもやるしかないんだよね。でもやっぱり辛すぎるよ。待てよ、何かの間違いなんじゃ。ねえ、間違いではありません。というわけで、得票数の最も多い桜庭エマの処刑が決定。なんで僕なの？ねえ、なんで僕に投票したの？理由なんてどうでもいいんじゃないんですか。なんとなく怪しいと思ったからとか、ぶっちゃけ嫌われてるとか。そんなのめちゃくちゃだよ。僕は人殺しなんかしてない。まあ決定は決定なんで、残念ですけど諦めてもらうしかないかと。さっさと閉廷したいですし、進行しちゃっていいですかね。おかしいよ。みんなも何か言ってよ。ねえってば。あ、念のため言っておきますが、邪魔や介入をすれば
看守がそのものも同様に断罪しますので、全員がスマホの処刑ボタンを押したら処刑執行スタートです。はい、ではこれより魔女の処刑を執行します。ピロチ？本当に殺してない。こんなのおかしいよ。お願いだからやめてよ。やだやだ、助けてよ。ではやっちゃってください。スパッとお願いします。してみましょうか。はい。まず犯人が部屋を訪れた時、部屋は議論はここまでということで、投票に移ってもらっていいですかね。はい、当のハンナの処刑が決定。冗談じゃねえですわ。私の他にも怪しい人はいたでしょ。まあ投票で決まったことですので。違う、私はやってない。無実ですわ。やり直しを求めます。本当にアンナちゃんが犯人だったのかな。やっぱり納得いかない。他に犯人がいる気がする。もう遅いけど、でも僕は今度こそハンナちゃんの無実を証明したい。あれ？何か。なんでこの子が、もしかしてノアちゃんを殺したのも。よければあなたたちも占ってあげるわ。もちろん有料だけど。前言撤回。マーゴちゃん商売始める気だ。せっかくだし占ってもらおうかな。そうこなくちゃ。なんだかうさんくさい雰囲気が満載ですわね。あら心外ね。大丈夫よ。さっきも言ったけど本当に当たるって評判なんだから。でもお高いんでしょ。私たちお金なんて持ってませんが。そうね。それじゃ特別に初回サービスで貸しにしておきましょうか。体で支払ってもらっても構わないけれど。体でってどういう
こと？意味はご想像にお任せするわ。ちょっとエマさん、やっぱりやめといた方がいいんじゃありません？そうだね。ごめん、マーゴちゃん。占いはなしで。あら、もうキャンセルは不可よ。だってもう占っちゃったもの。3枚のカードが過去、現在、未来を示しているの。まずは1枚目。過去は塔の正位置ね。これは前と同じ結果かしら。殺人事件なんて起こるはずないよ。塔の正位置。近い未来、誰か死ぬわ。あの後本当に事件が起きてノアちゃんが、信じたくないけど当たってる気がしちゃうかも。2枚目は現在のカード。月の正位置。予期せぬ危険や先の見えない状況に不安を抱くといった意味合いのあるカードね。今の私たちにはぴったりだと思わない？そうかもしれない。最後のカードが示すのは未来。悪魔の正位置ね。嫌な内容しか想像できませんわね。残念だけれどそうね。友人を失う、裏切り、憎悪、嫉妬心、破滅。正位置だと悪い意味が多いわ。破滅？不安にさせてしまったならごめんなさいね。でも本当にそういう未来が訪れるとは限らない。未来のカードは警告という考え方もできるわ。これからの行動次第では未来はいくらでも変えられるかもしれない。マーゴちゃん、そうだよね。ありがとう。僕たち頑張るよ。そうね、頑張って。頑張るとは言ったけど、やっぱり気になっちゃうよね。裏切りって僕たちの誰かがってことなのかな。もしこの2人が、嫌だな、そんなの考えたくもない。エマさん、どうかしたんですか？エマさんも占いを気にしてますの？じゃあハンナちゃんも？過去や現在の占いが当たっているように感じてしまうと、やっぱり。だよね。なんか無視できないっていうか。そんなに気にしてもしょうがないんじゃないでしょうか。シェリーちゃんは不安にならないの？正直マーゴさんの占いはバーナム効果みたいなものだと思うんですよね。バーナ、なんですの？つまり今この状況に当てはまりそうな内容を言い並べているだけと言いますか。例えば近い未来に誰か死ぬっていう占いですけど、あの状況ならみんなが不安に感じていたことだと思いませんか？そう言われてみると確かに。さっきの占いも同じです。先行きが不透明なのは単なる明白な事実。未来に関しても現在の状況からすれば不安を煽るような内容を信じてしまうのは無理ないですもんね。すごいシェリーちゃん、さすが名探偵だよ。えへんというわけであまり気にしない方がいいんじゃないでしょうか。はあ、お気楽女ですわね。占いがあいつの魔法って可能性もあるでしょ。あのカードで占った内容は必ず現実になるとか。それはちょっと飛躍しすぎでは？それにカードを使った魔法っていうのは本人が否定していたような。
まさかそれすんなり信じてるんですの？特に疑問には思わなかったけど。とんだお人よしですわね。いえ、もしかして嘘を信じさせる魔法？何でも魔法って言い出したらもうキリがないですよね。だけど可能性はありますでしょ？あれ、なんかちょっと言い合いみたいな空気になってる？なのかちゃんを殺した犯人はハンナちゃん、君だよね。だって銃を持っていたじゃありませんか。きっとこちらを殺そうと狙っていたに違いないですわ。だから私が先に。ハンナさん、そんな。やっぱりいいわね。可愛い子たちが破滅していく様って。おじさんには早すぎるよ。ミリアさん、ミリアちゃん。撃たれて死んじゃミリアちゃん、そっちは。エマさん、看守はこっちに向かってきてます。早くしないと追いつかれちゃいますよ。でもおい、早くしろ。ミリアさんのことは後で探しに行きましょう。今はとにかく逃げないと。分かった。ミリアちゃん、絶対迎えに来るから、それまで無事でいて。誰か助け。ごめんなさい。逃げないから許してください。おじさんのこと殺さないの？戻ってもいいですか？もしかして真似してる？やっぱり真似してるよね。君は襲ってこないの？じゃあおじさん帰るね。ってあれ、牢屋敷ってどっちだっけ？牢屋敷がどっちか教えてもらえたりは。屋敷の場所を教えてくれるの？この子、言葉がわかるのかな？無事だったんだね。さっきは落としてしまってすみません。怪我とかありませんか？体だけは丈夫だから平気だよ。それよりシェリーちゃんは悪くないから謝らないで。悪いのはパニックになっちゃったおじさんなんだし。シェリーちゃん、それにエマちゃんも
心配かけて本当にごめんよ。大丈夫ですよ。ミリアちゃんが無事ならいいんだ。それにしてもミリアちゃんが森で迷子にならなくて本当によかった。本当ですよ。迷子になってたら時間までに戻れたか分かりませんし。ああ、それは。ミリアちゃんどうかした？なんでもないよ。なんかほっとしたら眠くなってきちゃったな。ごめんね、おじさん、今日はもう休むことにするよ。そっか、わかった。おやすみ、ミリアちゃん。おやすみなさい。おやすみ。あの子が本当に安全かまだわからないし、余計なことは言わない方がいいよね。明日またあの子に会いに行ってみよう。確かこっちだったよね。あ、いた！君、昨日の子だよね。よかった、君だった。昨日は牢屋敷まで案内してくれてありがとう。お礼と言ってはなんだけど、これどうぞ。食べれるかわからないけど、よかったら。すごい食べ方だね。でも食べてくれてよかった。昨日も思ったけど、君多分少しは言葉がわかるんだよね。返事はできないんだね。でも言葉が少しでもわかるみたいでよかった。君はずっとここに一人なのかな？ここを見張る役目とか？でもこんな場所見張る必要なさそうだけど、もしかしてなんか秘密があったりして。なんて話せたとしてもこんなこと答えてくれるはずないか。でも君はあの看守と違うみたい。なんていうか優しい気がする。また明日お礼のリンゴを持ってくるね。じゃあ。またね。あ、ミリアちゃん、今会いに行こうと思ってたんだけど。あれ？どこかに行くの？これから図書室に行くんですけど、ミリアさんも一緒に行きませんか？おじさん、ちょっと散歩に行こうと思って。でも、ナノカちゃんのこともあるし、一人じゃ危ないんじゃ。大丈夫、すぐに戻ってくるから。やあ、今日はパンを持ってきたよ。少し焦げてるけど、どうぞ。気に入ってくれた？君は本当におとなしいね。これならみんなに紹介しても大丈夫そうだ。君が味方になってくれたら、あの看守にも対抗できるかもしれない。心強いよ。明日にでもエマちゃんとシェリーちゃんに紹介してあげるからね。じゃあ今日は急にどうし。
やっぱりあなたが黒幕だったのね。違うよ、違う。おじさんは黒幕なんかじゃ。こんなところでそれと通じておいてまだ言い逃れするつもり？この子は看守とは違う優しい子なんだよ。その証拠に道に迷った時は案内してくれたし、今だって助けてくれた。それはあなたが黒幕だからでしょ。そうじゃない、そうじゃなくて、あなたのことを許さない。そんな誓うのにどうして。やだ、死にたくない、死にたくない。残念だけどそんな演技私には通用しないから、さよなら。もしかして守ってくれた？それに守られるなんてますます黒幕だとしか思えない。今度は絶対に外さない。だからおとなしく死んで。なのかちゃん、お願いだからちょっとおじさんの話を。もう黙って。ところで私にはまだやらないといけないことが。もういいから、もうやめて。ねえ、やめてあげてよ。どうしてなのかちゃんを殺したんだ。どうして。話し合えば分かってくれたかもしれない。許すなんて絶対ダメなのに。やってこい。おじさんのこと守ってくれたんだね。君は本当は優しい慣れ果てだって知ってるよ。おじさんも君みたいに強かったらよかったのに。でもどうしておじさんのことだけを守って。最初から君はおじさんの魔法が何なのか分かっていたんだね。それでおじさんの肉体を手に入れようと。この体は渡せない。痛いよ。友達になれたと思ったのに。君のこと好きだったのに。死にたくない。死にたくない。死にたくない。そして落ちていた鍵をかけたの。
議論はここまでということで、投票に移ってもらっていいですかね。また誰を処刑するか決めなくちゃいけないんだ。はい、黒部なのかの処刑が決定。あなたたちの結論は間違ってる。私は殺してなんかない。間違いでも投票で決まったことなので、諦めていただけると。こんなの馬鹿げてるわ。私はおとなしく処刑されるつもりはない。また殺人事件が起こるのかな。その度に誰かが殺されて、誰かが魔女として処刑されて、もしかしたら次は僕が。あれ？この音って、なんだろう。そんな、どうして。もしかして何かの手がかりじゃ。なんだろうこれ。え？くっつくなんですわ。暑苦しい。嫌です離れません。そんなに抱きついたら苦しいですわ。バカ力。そんな揺らさないでください。怖いですよ。これは揺らしてるんじゃなくて、あなたが重くて。このままどこかちょうど良さそうな場所に降りましょう。もう無理。楽しいのはあなただけ。ハンナさん、すぐに起き上がれなそうですね。少しここで休んでいきましょうか。あなたは先に戻ってもいいんですのよ。そんなことできませんよ。ほうきに乗りたいって言ったのは私ですから。ここ気持ちいい場所ですね。まあ、悪くはないですわね。ハンナさんのおかげでいい場所を見つけちゃいました。別に私は来たくて来たわけじゃ。まあまあ、細かいことはいいじゃないですか。こんなにいい気分なんですから。確かに悪い気分ではないですけど。このまま2人で行けるところまで行っちゃいましょうか。何を言ってるんですの？そんなの無理に決まってますわ。どうして無理なんですか？どうしてって、逃げてもすぐに看守に捕まってしまうでしょ。なら捕まらないところまで逃げればいいんですよ。
捕まらないところまで。世界はとっても広いんです。そんな場所もあるかもしれないでしょ。ハンナさんと私ならいけるかもしれない。本当にそう思ってますの？何事もやってみないとわからないじゃないですか。もしかしたら誰も知らないだけでここを抜け出す方法だってあるかもしれませんし、魔女にだってならなくて済むかもしれない。そんな未来を探したいんです。そうですわね。あなただけでは心配ですし、私もついていって差し上げます。はい、一緒に自由になりましょう。でもあの二人は。私たちが自由になってちゃんと居場所ができたら迎えに来ましょう。エマさんとメルルさんだけじゃなく生き残ってるみんなを。それで今度は全員でピクニックをするんです。それぞれの好きなものがたくさん入ったお弁当を持ってあったかくて天気のいい場所で。いい考えですわね。それじゃあ行きますわよ、一緒に。セリーちゃん、ハンナちゃん、どこにいるの？心配してます。返事してください。全然見つかりません。私が空を飛べればこんなことには。メルルちゃんのせいじゃないよ。きっとほうきから降りて2人でどこかに隠れてるんじゃないかな。ほら、シェリーちゃんとかそういうの好きそうだし。隠れて？そう、だからもう少し探してみよう。はい。今も立っていることすら辛いんですよ。議論はここまでということで、投票に移ってもらっていいですかね。犯人がはっきりしてないのに投票なんて。でもやるしかないんだよね。でもやっぱり辛すぎるよ。わかんねえし。おい、誰だよ、あてしに入れたやつ。ちゃんとよく考えろって。あてしが殺したわけないじゃんよ。こんなん無効だろ。投票やり直しでいいじゃん。やり直しはなしでお願いします。というわけで全員がボタンを押したら処刑執行スタートです。おい、やめろって。頼むから押さないでください。なあ、やめてくれって。はい、ではこれより魔女の処刑を執行します。何これ。だよ、あれ。まさかあの下に。やめろって。触んな、キモいから。離せ。やだ、行きたくない。こんなんやばいって。死んじゃ
ちゃう。マジで死んじゃうから。やだやだやだ、死にたくない。やめろって、お願いします。やめてください。そう言われましても、投票で決まったことなので。そうだ。この様子を配信でもしたらどうです？人生最後の生配信、処刑の瞬間とか。まあ、許可が出るかわかりませんけど、バズるんじゃないですか？バンされちゃいますかね。うっせえ、ふざけんなよ。おい、おめえら見てないで助けろって。ごめん、ココちゃん。キモ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 。おめえら恨んでやるからな。全員死ね。死ね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 。もう無理だって。だって私が死にたくない、死にたくない。また殺人事件が起こるのかな。その度に誰かが殺されて、誰かが魔女として処刑されて、もしかしたら次は僕が。なんだか誰かに見られてるような気もするし。何の音だろう。確か2時に大きな音がしたとか言ってた。皆さん、そろそろ投票に移っていただけると。異議なし。私は誰に入れるか決まってるし。というわけで、得票数の最も多い紫藤ありさの処刑が決定。くそ、ふざけんなよ。なんでうちなんだよ。なんでも何も妥当でしょ。放火とか状況的にも犯人に決まってるじゃん。ふざけんなよ。うちはやってねえ。あいつを殺す動機なんかねえだろうが。動機とか知らんって。魔女の殺人衝動ってやつなんじゃねえの。普段からぶっ殺すとか生きってたし。違う。うちは諦めろって。みんなが怪しいと思っておめえに票を入れてんだよ。だから選ばれてんだろうが。そうか。分かった。うちが死ねばそれで満足なんだろう。遅いか早いかだけだしな。おめえら全員どうせ同じように死ぬんだし。なんか納得もされたみたいですし、とりあえず進行してもいいですかね。納得されなくても進めるんですけど。勝手にしろよ。では皆さん、処刑執行のボタンを押してください。はい。ではこれより魔女の処刑を執行します。椅子？あれって電気椅子かしら。アリサちゃん。うるせえな。もううちに構うなよ。どうせおめえもうちに投票したんだろ。僕はもういいって。うちだけじゃない。どうせおめえら全員
助からねえんだよ。一足先におさらばできてむしろいいのかもな。うちもおめえらもどうせこのまま全員魔女になって果てるだけ。ここに集められた時点であがいても無駄なんだよ。だったらさっさと抜けた方が楽だろ。探偵ごっこに裁判ごっこ全部くだらねえ。続けたいやつは続ければいいさ。何ごちゃごちゃ言ってんだし。悟った顔して気色悪いな。ちょっとさ、早く処刑しちまってよ。はいはい、言われなくても。ではお願いします。えげつないですね。そのまま電気を流すなんて。どういうこと？本で読んだんですけど、電気椅子での処刑って囚人の体を水で濡らすんだそうです。水は電気を通しやすいですから、その方が楽に感電死させられるとかで。アンナちゃん、また殺人事件が起こるのかな。その度に誰かが殺されて、誰かが魔女として処刑されて。アリサちゃんの言う通りなのかも。僕たちはもう、なんだろう、焦げ臭いような、それになんだか熱い気もする。何か燃えてたりはしてないよね。もしかしてさっきの匂いがまだ。何の音だろう。そんな、どうして。魔女なら殺さないといけないだろう。このままじゃ僕殺され。でもこのまま身を任せれば一人ぼっちにならなくて済むんだ。抵抗しないのは自分が死なないって分かってるからかな。あ、そうなんだろう。お前なんで笑ってるんだ。リサちゃんのせいじゃ。はあ、僕は選んだ。ありがとう。なんだよそれ。なんで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 。
くすくらいに。これで誓ってもらえる。誓って愛してもらえるんだ。叱ってもらえなかったら、これでも許されたらダメだ。そんなのならもっと悪い子にならないと。もっとたくさん殺さないと。ああ、そっか、そうだよな。全部なくなれば誰もうちを許すこともできなくなるじゃん。最初からそうすればよかったんだ。全部燃やしちゃえば。処刑された。そうでないと水で濡れて。そんな。どうして。ねえ、なんで僕に投票したの？なんとか言ってよ。僕はアリサちゃんを殺してない。エマさん、私は。まあ決定は決定なんで、残念ですけど諦めてもらうしかないかと。さっさと閉廷したいですし、進行しちゃっていいですかね。僕は。さてと、それでは処刑装置を入れ替えて。違う、僕じゃない。僕は殺してない。こんなのおかしい。助けて、お父さん、お母さん、誰か助けてよ。やれやれ、ダメですよ、逃げたりしたら。まあ無駄なんですけどね。あちゃー、床と壁掃除しないと。余計な手間を増やさないでいただけるとありがたいんですけどね。待って。エマちゃん。ペルルちゃん、もっとちゃんと話し合おう。こんなことしなくてもいいはずだよ。エマさん。ペルルちゃんは僕の友達だから、こんなの。エマさん、ありがとうございます。そんな風に言ってくれるなんて嬉しいです。やっぱりエマさんは私にとってかけがえのない大切な友達ですね。じゃあこれで。ごめんなさい。交渉の通じる相手ではなさそうね。クソじゃんお前。なんで？意味不明。ちょっと待ってって、助けて。マーゴさんもココさんもごめんなさい。でもちゃんと終わらせないといけなくて。
ごめんなさい、皆さん。皆さん、とってもいい人たちでした。皆さんのこと決して忘れません。さて、次の準備を頑張りましょメルル様、遺体の片付け終わりましたけど。う。ありがとうございます。今回は大忙しになりそうですね。手がかりたくさん残されちゃいましたもんね。次の子たちが来るまでにしっかり痕跡は消しておかないと。しかも少し壊れていますし、ナノカさんの落書きも見つかったそうです。もっと徹底的に心配の種は潰しておかないと。今回の子たちは結構優秀でしたね。メルル様、何回泣かされそうになってたことか。もう泣いてませんよ。あれ？何読んでるんです？シェリーさんがエマさんに宛てた手紙のようです。シェリーさん、友達思いでしたね。こんなに美しい友情を見せられて本当に感動しました。宝物のような時間をありがとう。マーゴさんに改造された官房とかも直しとかなくちゃですね。やれやれ。はい、せっかく可愛いからなんだかもったいないですね。赤い蝶々？しっけり。ノアさんの魔法ですか。今回も消えない魔法が出てしまいましたね。はあ、厄介なんですよね。ただでさえ消えない痕跡になりますし、中庭の虹とかこの図書室のあれとか。私は綺麗だから好きですよ。でもどこでどんな風に囚人さんたちの助けになっちゃうかわからないですもんね。あ、この本にも大魔女様のことが載っていました？ありがとうございます。探せばまだあるものですね。マーゴさんが解読し始めた時には焦りました。そんなことより大魔女様の記録が少しでも見れるのが私にとっては嬉しいです。ところでついに DVD プレイヤーを牢屋敷にも置くことにしようと思います。極長さんはどっちがいいと思いますか？次はこういう方法でもストレスを与えないとって思うんですけど、なかなか決めきれなくて。どっちでもいいんじゃないですか。どっちもつまんなそうですけど。じゃあどっちも置きましょう。これでもっと早く魔女化が進むといいんですけど。そんなんで進みますかね。どう考えても誰も見なさそうですし。そんなことより次の看守を前回の候補から選んでいただきたいんですけど。あ、そうでした。今回は誰を看守にしましょうか。
扱いやすい人でお願いしますよ。反抗心とか残ってると面倒なんで。というか DVD プレイヤーなんていつの間に発注したんです？メルル様は電子機器とかわかんないと思ってました。おばあちゃん扱いしないでください。大切な友人たちにいろんなことを教えてもらいましたから。特にあの子は印象深いです。エナちゃん？エマですね。私ずっと一人で寂しいんです。見捨てないでください。一人優しいエマさんなら分かってくれますよね。何言ってるの？メルルちゃんの気持ちなんて想像もできない。でも、もしここでメルルちゃんから逃げたら、僕はどうなるんだろう。この島から出る方法だって見つからない。一人で隠れて。きっと、死ぬだけ。どうすればいいかなんて、全然わからないよ。僕もメルルちゃんと一緒だよ。一人は大嫌い。あれ、僕何言ってるんだろう。自分で何言ってるか分かってる？この子はみんなを殺したのに。エマさんならそう言ってくれると思ってました。死にたくないですよね。逃げたくないですよね。私たちは友達ですよね。もちろん悩む気持ちもわかります。皆さんを裏切るようで辛いんですよね。でも大丈夫です。みんな死んじゃいました。不幸中の幸いです。裏切っても責める人は誰もいません。だからあなたは悪い人にはなりません。エマさんにとって私を慰めてくれることが優しい人でいられる唯一の方法なんです。そうだね。そうなのかもしれない。気持ち悪い。みんなの死を何だと思ってるの？この子おかしいよ。でもどうしても拒絶する勇気が持てない。きっとこの手が僕の人生で差し伸べられる最後の救いなんだから。メルルちゃん、助けて。はい。エマさん、助けられたのは私の方です。私には今までずっと歩み寄ってくれる人なんていませんでした。今までずっと寂しかったんですけど、皆さんの死は無駄じゃありませんでした。こんなに素敵な友達に出会えたんですから。嬉しいです。今までこんなこと一度だってなかったので。もう何もわからない。考えが頭の中でまとまらない。とにかくメルルちゃんをなんとか受け入れないと。
僕はこの子を見捨てちゃダメだ。じゃないと僕が。私のことを見捨てたりしませんか？私、エマさんのことは多分絶対殺しません。そうだよ。メルルちゃんは話すと穏やかで、いつも人のことを心配してくれていて、他人のために涙を流せる優しい子だから、これは間違いなんかじゃない。正しい選択なんだ。今は心を空にしよう。一緒に大魔女を探そう。いいんですか？もちろん。僕も呪いを解きたいから。すごく心強いです。今まで本当に一人で考えていろいろやっていたので。早速次の魔女候補たちを迎える準備をしよう。少しでも早く大魔女を見つけられるように。新しく来る子、母子家庭だって言うから調べたけど、お父さんが借金苦で自殺してるんだって。それがどうかしたんですか？別の子の大切なものを盗んでおこうよ。その子の仕業に仕立て上げて返してって要求させるんだ。多分お父さんのことを思い出してトラウマが刺激されると思う。わあ、とっても素敵ですね。それなら魔女化もすぐに進行しそうです。そうだね。他の子のトラウマもちゃんと調べて。そういえば最近何も感じない。おかげで僕は魔女になる心配はなさそう。気に病んでいたらキリがないから仕方ないよね。仕方ない。エマさん、最近笑顔が増えてきましたね。私、とっても嬉しいです。え？僕笑ってる？気づいてなかったんですか？今だって楽しそうなお顔されてますよ。僕が楽しそう？ちょうど次の候補の資料が届いたので、後で一緒に見てもらえますか？もちろん。やっぱりエマさんは頼りになります。私一人じゃここまで考えられなかったので。僕が役に立てたならよかった。次の魔女候補たちが来るまでもう少し時間があるし、準備一緒に頑張ろうね。はい。そして今度こそ大魔女様を見つけましょう。なんなのよここ。帰りたいよ。うっさいな。ピーピー騒ぐなよ。僕が初めてここに来た日が懐かしいな。でももうあの時とは違う。この中に大魔女がいるといいんだけど。どうしたの？私、ちゃんとできるでしょうか？心配いらないよ。今回は僕も一緒だから。大好きだよ、メルルちゃん。私も大好きですよ、エマさん。